こちらのチェイサー、グレードはツアラー V のエキサイティングパッケージ特別仕様車なんですよ。この色が特徴の1台、いい素材のチェイサーを探している方はご検討いただければと思います。はい、よし君こんにちは。こんにちは。本日は5月の15日11時、気温は21度。ゴールデンウィーク明けましたね。明けました。はい。ゆっくり休みましたか？結構休みましたよ。結構休みました。はい。撮影しようよ。そう、前回のスイフトスポーツから、はい、2週間以上空いちゃいましたか？空いてますね。ですよね。はい、なので今日は、たくさん撮ります。はい、たくさん撮って、吉井君には、早めにアップしていただいてという感じになります。実際問題、結構ここ最近忙しくて、はい、特に年明けからかな、本当に結構な買い取りと結構な販売と、はい、その他もろもろ結構やってて忙しくてですね、はい、買い取った車を実はなかなかアップできてなかったと、はい、買い取った車の作業とかも、全然できてなくて、はい、買ったはいいけどそのままちょっと置きっぱなしの状態が続いてましたが、ここからだんだん出していきますね。いろいろ出していきますという感じです。ついでに言うとね、やっぱうち5月決算なんですよ。はい、そう5月決算で、通常の会社って決算時期ってさ、はい、決算セールとかやってさ、数字の追い込みとかをやるじゃないですか。よく見ますね。よく見ますよね。はい、前の会社とかでもやってましたよね。やってましたね。そう、はい、なんですけど、うちはいかんせんこんな小規模な会社ですから、はい、なのと正直やっぱ売上的にね、スポーツカー流行っちゃってるじゃん、流行っちゃってるじゃんって言い方変だけど流行ってるじゃん、はい、だからあんまり数字に困ってなくて、はい、むしろ利益が出過ぎるとちょっと困る時なところもあって、はい、最後のこの5月末の決算は本当にすごくのんびり過ごそうと思っておりますので、はい、で年明けてからまた数字を追っかけていくという感じになりますね。はい、ちなみにだけど、2024年度って言ったらいいかな、税理士さんとかとさ、年間売上どれぐらいやりますかとか利益どれぐらい出しますかみたいな話をするんですけど、はい、大体半年ぐらいで全部終わっちゃうので、あと半年はもう惰性でいくみたいな、そんな感じなんですけれども、はい、実際問題はやっぱりさっきも言ったようにかなりやっぱ台数動いて売れちゃってるので、はい、ちょっとねここからねペースを下げていかないといけないという感じでございましたが、やっぱり YouTube ね見ていただいている方もたくさんいらっしゃいますし、はい、何よりも売っていただいたお客さんはやっぱ YouTube で自分の車見たいっていう声も多いので、はい、やっていきましょうという感じで、そんなゴールデンウィーク一発目明けにやるのがこちらのチェイサー。はい、はい、くるっと見ていただくと綺麗ですね。綺麗なチェイサー、綺麗なチェイサーですね。はい、はい、綺麗ですよね。はい、ちょっと角度的にここら辺からこう撮っていただくと綺麗ですね。綺麗ですよ。何か気づくことありますか？気づくこと、はい、いや結構ノーマルなチェイサーっていうのが、いつものノーマルチェイサーじゃんみたいなじゃないですか。はい、はい、っていう感じなんですが、前回マッキンリーっていうボディカラーの、チェイサーありましたよね。ありましたね。それにちょっと近いようなさパールホワイトをしてるの分かる？このパールホワイトが、はい、白じゃないよね。よく見たらそうですね。よく見たら違いますよね。はい、でかつ、多分チェイサー乗りの方とかお車詳しい方だと分かると思うんですけれども、はい、標準設定のパールホワイトじゃないんですよ、このパールホワイトで。そもそも色が変わってる状態。そもそも色が変わってるっていうとオールペン車みたいになっちゃうから、はい、ちょっと語弊があって、はい、これはトヨタ純正のパールホワイトなんですけれども、はい、標準グレードには設定のないパールホワイト、特別仕様車。純正は純正なの？純正は純正よ。純正は純正。さあ特別仕様車だけに用意されたこちらのパールホワイトのこの車、はい、パッと見綺麗。綺麗です。中身はどうなんでしょう？気になります。気になるよね。はい。本当に気になってますか？気になるよね。はい。はい、めちゃくちゃ程度いいから。はっきり言ってうちで仕入れたチェイサーの中で過去一程度いいと思いますので。そんなにですか？そう、自信を持っておすすめするチェイサーです。はい、やっていきましょう。はい。では本日もよろしくお願いします。お願いします。はい。電話が鳴った。お願いします。はい。じゃあよし君やっていきましょう。はい。本日紹介させていただくのは、こちらのチェイサーになるんですけど、はい、
先ほど申しましたようにですね、カラーが特別な特別仕様車だけに設定された色っていう話をしましたよね。はい、はい。先に車の内容を言ってしまうとですね、はい、この車は平成10年式、1998年式のチェイサーで、グレードはツアラー V のエキサイティングパッケージっていう車になります。エキサイティングパッケージ。エキサイティングパッケージ。このエキサイティングパッケージってのが言いづらいな。エキサイティングパッケージっていうのは、この前期型に用意された、当時用意された特別仕様車なんですよ。はい、で、通常はさ、設定は白ともうちょっとクリームがかったパールホワイトの設定なんですけれども、この車はですね、カラーコード047っていうカラーコードの正確な名前がね、クリスタルパールマイカっていう色なんですね。で、これまだね、昼間見るとクリーム色でちょっと光が当たったところだけ青っぽくっていう感じなんですけど、はい、夜見るとね、かなりこれめちゃめちゃ綺麗なこう青紫っていうのかな、の色目が出る色なんですよ。はい、もう何せエキサイティングパッケージ特別仕様車のカラーは、まあ、この色が特徴の1台という感じになってます。はい、もうこれだけでいいでしょ。これでも十分価値のある。これでもう十分の価値のある。はい、で、まあ、さっき言った特別仕様車エキサイティングパッケージツアラ V で、はい、シフトは純正の5速マニュアル、さらに純正オプションのサンルーフついてますし、純正オプションのエアローついてますし、はい、OK ですね。はい、これも素晴らしいですよね。はい、はい、でかつ走行距離がですね、なんと59,700キロ、めちゃめちゃすごいでしょ。5万キロ台。5万キロ台っていう感じなんですよ。まあ値段はえれえだけです。値段は高い。そうなりますよね。値段はそうなっちゃう。そう、値段は高い。でやっぱこういう車は当たり前だけど、オークション会場ではなかなか出ないのと、はい、オークションで出てってもやっぱ海外バイヤーさんとかコレクターの方たちに負けちゃうんですよ。はい、だからなかなか入ってこないんですけれども、はい、こちらの車はですね、鳥取県のお客様から直接買い取りでいただいた車になります。あ、鳥取からですか。鳥取からです。すごいですね。すごいでしょ。でしかも、今5月でしょ。はい、一番初めお話しいただいたのって9月だからね、去年の。あ、そんなに。そうで、やっぱりそういうまあ売ろうかなどうしようかなぐらいからお声掛けをちょっといただいて、はい、メール何十通メールしたんだろう、50回ぐらいメールしてんじゃない。あ、そうなんで、電話とかもいろいろ話したりとかして、はい、でまあ値段とか相場とかいろいろな相談をしながら、はい、ご売却いただいたと。はい、なんでやっぱり何度も言うけど、やっぱ直接いただいたからこそのクオリティって言ったらいいですかね。はい、でしかもね、その走行距離にふさわしいね程度の良さですから、はい、ちょっと見ていきましょう。はいはい、じゃあまずですね、外装を見ていきましょう。はい、まあ、何度も言うようにカラーコードは047のクリスタルパール、はい、で、ついてるオプションとしては、まあ、純正のオプションのサンルーフとか純正オプションのエアロスポイラーですね、とか、あとは TRD のグリルですね。これはもともと純正。いや、これもオプションだね。オプションなんです。はい、はい、でついてたりとかします。ヘッドライトもめちゃめちゃ綺麗です。あ、綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗です。多分ね、屋内車庫保管って言ったらいいのかな、屋内保管、まあじゃないとこの綺麗さ保てないけどね、はい、っていう感じでございました。外装の傷はこの下ちょっとわかる。これは磨き棒落ちそうだな。もう本当ね、このレベルっていう感じでございます。はい、次に足回りですね。はい、足回りに関しては、TRD の車庫帳に、このボルクレーシング AV3 の18インチアルミ、これ結構当時ものですね。まあとはいえね、そんなに人気があるホイールじゃないのかな。なんかめちゃめちゃ当時ものだから値段が高いっていうホイールじゃないらしいんですが、はい、でもなんか当時ものです。で、TRD の車庫帳が入ってるという感じですね。でタイヤに関してはフロントが225、リアが255だったかなのブリヂストン製のタイヤが入ってるんですが、はい、これもね RE01R、 これね多分ねタイヤ分かる人だったら分かると思うんですけど、はい、めっちゃ古いんですよ。これ古い今もう 07RS とかなんでだいぶ古くて年度書いてあったかな、はい、山はめっちゃ残ってるんだけど、そうですよね、ちょっとね交換前提で考えられた方がいいんじゃないかなと思います。はい、でエキサイティングパッケージの特別仕様の内容に関しては、このパールホワイトのボディカラーと、はい、あとこれですね、トヨタのカタログ上は、はい、カーボン調の B ピラーカバーみたいな感じで言われてるんだけども、はい、これカーボンなのかなみたいな、なんかグッチとかさ、なんかそういうブランドの柄っぽいんですけれども、はい、これがそれらしいです。カーボン調みたいな
まあ、これもその一つ特別仕様ならではのポイントという感じになっております。はい、 OK ですね。はい、で今度後ろ回っていただくと、あとまあ傷っていうかなんていうか、まあ傷って言っちゃっていいか、これ。はい。ほんとこのレベル。ちょっとしたなんか傷、はい、ですね。っていう感じでした。後ろ回りは基本的にノーマルでリアスポイラーも純正でついていて、はい、でマフラーは柿本のマフラー。マフラーサウンドについては、後でなんですけれども、はい、この柿本もね、これ何の種類か俺分かんなかったんだよな。分かる人いたら教えてほしいな。まあもちろんもう多分今じゃ売ってないモデルだと思うんだけどね、はい、柿本 R とかなのかな。でこっちから見てもらうとさ、太鼓のところにもこうエンボスっていうのかな、刻印がされてるような感じなんだけどね。そうですね、っていう感じでございました。はい、はい、そうでフェンダーとかも爪折りなしでぴったり収まってるっていう感じの、はい、セッティングですねになっております。まあ、あとはウインカーミラーがこれは純正加工なのかな、ついてるぐらいですかね。はい、はい、なんでこれあれなんだろう、数字が逆なんだろうねはいっていう感じでございました。はい、綺麗でしょ。これ綺麗ですね。綺麗でしょ。外装はそうなんですよ、はい、まあとにかく綺麗、とにかく綺麗という感じでございます。OK ですね。はい、はい、じゃあ次は、内装を行ってみましょう。はい、ちょっとこのよいしょ、エンジンかけちゃうね。で内装に関しても、はい、実はですね特別仕様車ならではの装備があって、はい、まずシート生地が違います。はい、これ純正と違うんです。これは特別仕様車ならではの、シートという感じでして、はい、前期型はねもうちょっとこの柄がねなんか白っぽくこうしましまに入ってるんだけれども、はい、この車はその柄がちょっと薄くなってるって言ったらいいのかな。はい、で、まあ、高級感があるのかないのかっていうと、まあ、してるのかどうかっていうとちょっと分かんないですけれども、はい、ちょっとシート生地も違って特別仕様車っていう感じ、はい、じゃないでしょうかね。はい、このシートはこのグレードにしか設定がないという感じなので、シートちょっと擦れてるけどね、まあ、別にそんな気になるぴったりじゃないかなって思いますし、はい、あとはあれですね、このちゃんと灰色が残ってる。はい、汗でいくとどんどんグリーンになっていくこのカーボン調のパネルも全部灰色が残ってると、はい、いう感じですね。はい、OK ですか。はい、こんな感じなんですよ。はい、あともう一つは、これですね。ちょっと待って。いきますよ。このメーターですね。はい、なんか気づくことありますか。TRD、素晴らしいメーター。そうなんです、はい、そうなんです。でこれサイドエバークランプがなんかついちゃったりつかなかったりするんだよな。まあ後でこれ直すんだけど、そう TRD のメーターが、入っていて、はい、で今走行距離44,600キロになってるでしょ。そうですね、44,000、ね、でさっき59,000キロっていう話をしましたけれども、はい、この車はですね、純正のノーマルメーターから、はい、まあ、TRD の320キロのメーターに交換されてますと、はい、交換された時期がね15,066キロ、はい、平成11年の12月の時に交換してあって、はい、で交換した時のディーラーの記録簿とか保証書にも記載があるので、はい、実走行車になります。約15,000キロの時に交換して、でそこから44,000キロぐらい走ってるので合わせて59,000キロの走行距離になって、はい、でそれが一応実走行車と、はい、でこの記録簿とか保証書とかなかったら単純にメーター改ざん車になっちゃうんだけれども、はい、この車はちゃんと残ってますので、はい、まあ、それご安心いただければと思いますと、はい、でディーラーでね交換もやってるのでという感じでございました。はい、ダッシュボードの浮きも、まあ、ほとんどないです。まあ、こっちちょっと浮いてるかなぐらいな感じかな。よく出るここの部分は浮き出てないので、まあ、それはもう程度いいんじゃないかなと思いますね。ご安心いただければと思います。まあハンドルのすれちょっとテカリが出てるかなぐらいだけど、まあ、ここら辺はもう経年劣化なんでね、はい、しょうがないんじゃないでしょうかね。火の打ちどころがないでしょ。相当程度いいですかね、これだけで。うん、はい、もうこの柄だけで程度いいの分かるもんね。そうです。はい。はい、あとこのミラーとかもさ、ダメになるとこう茶番でくるんだけれども、口のあたりがそういうのもない。あります。はい。サンルーフももちろん、チルとダウン。スライド全く問題なくと
はい、サビも全然出てないんで問題なしという感じでございます、はい、そうだね。だからまあエアバック、サイドエアバックランプぐらいか期間的に今調子悪いかなっていうところだ。これちょっと点検して、はい、まあダメそうだったらもう安全装備だから人によってだけど、俺なら多分キャンセラー入れて爆発してほしくないからさそうです、仮にその爆発しちゃった時に、はい、収集つかないじゃん。ここから爆発するからさ、はい、まあ100歩譲ってハンドルだったらいいんだけど、はい、交換したりとかすればいいし、はい、でもやっぱりエアバッググローボックスもそうだし、ここら辺とかもそうだ、シートなんかもそうだし、ピラーとかに入ってる車とかもあるけど、はい、最近の車なんかでエアバッグ爆発しちゃうとあと収集つかないからね、ゲームセットみたいな感じになっちゃうからさ、まあ人によってですよ、はい、だからこれはもしかしたらまあ簡単に修理できるんだったら修理するし、はい、まあできなければもうキャンセラー入れて終わりにしちゃおうかなっていうふうに思ってますね。はい、はい、じゃあ次はエンジンルーム行ってみましょう。はい、はい、はい、エンジンルームもこんな感じでございます。はい、まあチェイサーマーク2とか100系は、はい、まあトヨタ車全般的にですね、まあここら辺であんまり錆び出ることはないので、はい、まあここら辺だいたい綺麗な車多いんですけれども、はい、まあやっぱりこういうフェンダーのボルト面の付け根とかね、はい、こういうところは結構錆びが出やすかったりとかしますし、あとはやっぱよく錆び出る車とかだとこのアルミの部分、カムカバーとか、まあ、サージタンクとか、はい、スロットルボディのところとかなんかは結構錆びたりとかしますし、はい、遮熱板とかね、こういうところも結構錆びたりが出たりしますけれども、はい、まあ見ていただいて分かる通り錆び全然なく綺麗という感じでございます。はい、OK ですね。で、ついてるオプションとしては、まあタワーバー、これも当時の PRD のまだステッカーが貼られてるタワーバーですね、はい、とあとはアペックスのエアクリーナー、まあ社外品としてはこれぐらいっていう感じです。はい、OK ですね。はい、でまあ納車前には、まあ、ここら辺とかちょっとこうラジエーター液ちょっと飛んでるところとかあるから、多分ラジエーター一回見て、はい、水漏れしてるようだったらホースだけなのかラジエーター本体ごと変えたらいいのかっていうのもありますし、はい、入庫した時にも気づいたところでいうとウォーターポンプもちょっと水漏れ出てるので、まあ、年式古いからね、はい、そこら辺なんかは変えてあげてもいいんじゃないかな。まあ、ウォーターポンプ変えるんだったらタイベルも一緒に変えちゃった方がいいんじゃないかなっていう感じで、まあ、そこら辺までやってあげれば全然 OK じゃないっていう感じで、予防整備的な感じ、はい、でイオンも特になく振動も特になく状態はとてもよく、はい、で吹き上がりに関してもね、特に問題なく、よくあるカムカバーのオイル漏れとかも特になくという感じで、エンジンルームに関しても OK ですね。はい、全く問題ないですね。はい、はい、っていう感じなんですよ。はい、だから火の打ちどころが車両のコンディションとしてね、火の打ちどころが全然ない。はい、人によっては、まあ、タイヤ古いじゃんとかあるかもしれないですけど、はい、まあ、それはやっぱり消耗品なんです。そうです。そう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 。はい、車のこの持ってるポテンシャルとしてはかなりいいんじゃないかと思ってます。OK ですか？はい。はい。じゃあ次はトランクと下回り行ってみましょうかね。はい。はい。よっ。これは何だろう、エアクリーナーの純正のフィルターとかかな。あとはメーターもありますね。これあれか、 CD チェンジャーだついてたやつ、ついてたやつですね。はい、CD チェンジャー多分ここついてたのかな。これあるからね、コード出てるからね。その辺に、まあトランクルームもそんな錆びなし、まあ、水が入ってるイメージもないので、はい、まあ、全然いいんじゃないでしょうか。こっち側どうですか？はい、こっち側どうですか？まあ、ちょっとほこりかぶってるけど、まあ綺麗じゃないですかね。はい、はい、真ん中はよいしょよいしょ、こんな感じですね。はい、全然綺麗だね。綺麗ですね。シーラーも純正ですからね、もちろんね。はい、もちろん修復歴ないんで。はい、はい、という感じでございます。はい、そうで、あとはさっき言ったその下回りの部分はちょっと地面濡れてるから前ずらそうか。はい、下回りもこれめちゃめちゃ綺麗で、はい、まあもちろんこういうトランクフロアとか錆びないのもそうだし、はい、あとこのメンバーとかさ、デフとかさ、超綺麗なんですよ。わかります？綺麗ですね。そう、はい、だしこの裏のところとかも結構錆び出るんだけど、こういう、はい、こっちの方とかさ、
とにかく綺麗でしょ。これはもう全然錆ないです。そうなのよ。はそうなかなかここまで綺麗なのはないよ。下回りまで綺麗。であとはねジャッキポイントとかもしっかり残ってるし折れとかないし、これとかねとかもそうですね。OK ですか？はいはい。っていう感じでね、ほんとサビが全然ないんですよ。はい。なんかいいとこばかりでちょっとつまんないですか？そんなことないですか？そのぐらい綺麗です。そうなんだ。あっちダメこっちダメとかこれどうかなとかって言いながらやると、ね、見てる人は面白いのかもしれないんですけれども、いかんせん車がいいのでっていう感じでございました。 OK ですね。はい。じゃあ次は、マフラー音いきますか？はい。はい。でこれが今アイドリングの状態ですね。はい。はい。ちょっと吹かしますよ。はい。こんな感じで上から下までしっかりと吹けますし、はい、白煙黒煙も出てないでしょ。まあ水らしい水も出てないね。そうですね。はい、いいんじゃないかなと思います。でもちろん期間に関しても、まあエアコンとかパワーステパワーウィンドウとか、はい、さっきのサンルーフ電動角のミラー、ここら辺なんかも全部チェック済みなので、はい、でもちろんね結構小さなマーク2ねミラー壊れちゃってる車多いんですけれども、まあ、そういうのも問題ないですし、はい、トラクションコントロールと ETCS のボタンですね、スロットルコンピューターが壊れるとここら辺点滅したりしますけれども、まあ、ここら辺もちゃんと押したらつく、押したらつく、押したら消える、押したら消える、ちゃんと作動してますという感じなので問題なしという感じでございました。 OK ですか？はい、はい、いや暑いね今日、しかし暑くなってきたねはい、という感じでございます。はい、どうですか？思ったよりめちゃめちゃ程度よくでしょ。まあ何の上にねやっぱ過去一いいよっていうだけはあると思います。あるでしょ。あります。そうそうそう、はい、自信を持ってお勧めさせていただくんですが、はい、まあ値段は結構高くなるんじゃないかなと思います。はい、はい、OK ですね。はい、はい。じゃあよし君、はい、改めまして、はい、はい、今日紹介させてもらったのはこちらのチェイサーですね。1998年式、平成10年式の前期モデルで、はい、で、前期に設定された特別仕様車、何パッケージですか？エグゼクティブじゃない。エグゼクティブパッケージ。忘れました。エキサイティング。エキサイティング。エキサイティングでしょ。A しかあってね。そう、エキサイティングパッケージのツアーラブで、シフトは純正の5速マニュアルで、はい、走行距離は実走行のなんと59,700キロ。はい、で、純正オプションのサンルーフ、純正オプションのエアロ、当時の18インチのアルミホイルに当時の柿本のマフラーがついているという感じの車でございました。で、何度も繰り返しになりますが、まあ、特別仕様車ならではのこのクリスタルパールの07のボディカラー、はい、めちゃめちゃ綺麗な状態を保たれてます。で、特別仕様車ならではのカーボン B ピラーカバー B ピラー、はい、ですねとか、特別仕様車ならではのシートとか、なんかねプライバシーガラスとかリアワイパー、これもねなんか特別仕様車ならではらしいです。ガラスも、ガラスも、はい、まあ、それちょっとね俺よくわかんないけどねっていう感じでございました。まあ、たださっき言ったようにやっぱりこういう状態でずっと保管されてる、まあでもちょこちょこ乗ってたみたいなんだけど、はい、っていう車ではあるので、まあ、タイヤはやっぱりそのまんま山があるから変えてないっていうところがあって、はい、まあでもタイヤの製造年はかなり古いので、はい、やっぱタイヤは交換してあげた方がいいと思いますし、さっき TRD の車庫帳がついてるって言ってますけど、はい、とっくの当に絶版品になっていて、はい、もうかなり昔の車庫帳なので、まあそういうのなんかは変えてあげた方がいいと思います。はい、あとはまあメンテナンスね、いくら距離が少ないからって言ったって、そのまま乗れる車はやっぱりもう25年、30年選手なので、やっぱり納車前はちゃんと点検をして、はい、で水回りとかさっきのウォーターポンプか
ちょっと水漏れ出てる部分もウォーターポンプかラジエーターかなあるので、そういうのは納車前に点検して直してからお渡しする、直すっていうかメンテナンスだよね、っていう方がいいんじゃないかなと思います、でもこんなのは何度も言うように買えりゃいいんですよ、消耗品なんで。いかんせんこの元々の個体がしっかりしている、錆が少ない、ボディがしっかりしている、あとはエンジンコンディションとかね、そういうのが大事だと僕は思ってるので、本当に素材ですね、一番いい素材のチェイサーを探している方はご検討いただければと思います、でこれ以上いいチェイサーを乗ってるよっていう方がいらっしゃったら売っていただければと思います。そうですなかなかないと思います。じゃあユーシ君、なんか恒例の質問ありますか？これは値段が気になってしょうがない値段が気になってしょうがない、チェイサーは当時新車価格いくらだったの？300万台とかじゃない？お、さすが相場感ある。そう、300年確かに30万ぐらいだったかな、っていうところはあるんですけれども、ざっくりそれの 1.5 倍かな、もうちょっといくか、500近くいく。ホームページをご覧ください。いや、まだね決めてないんだよ、今日時点では。でも多分この動画アップする頃には、ホームページで上がってると思います。価格もちゃんと、価格ももちろん載ってる、アスクとかさ、横断とかうちやらないんで、普通に価格載ってるので、検討してもらえればと思うんですけれども、はっきり言って200万300万でやっぱこのクオリティのものは買えないので、当時の新車価格よりもやっぱり何十年も経っててこの状態を保つっていうのはかなり難しいことですから、当時の新車価格よりももちろん高くはなっちゃってます。どっちかっていうとちょっとコレクタープライスみたいな感じにちょっとなっちゃってます。でもなかなかこのクオリティの車には出会えないと思うので、欲しい人がいたら問い合わせしてもらえればと思います。ちなみに何度もいつも言いますけれども、うちは横田基地がすぐ近くですから、アメリカの方もたくさんいらっしゃいますけれども、一旦はまだ売らないって言ってあるんで、ちょっと待ってちょっと待って、売ってくれ、これいくらだっていう話がよく来るんですけれども、これはまだ売らんと。やっぱちょっと見られてるんですだいぶ見てるよやっぱ彼らやっぱりなんていうのかな、知識はもう結構持ってるからさ、このカラーはあれだよねみたいな話で特別な車じゃないかっていうことで結構来ていただいてますけれども、今のところまだちょっと待ってね、売らないよって言ってありますから、ホームページ見て欲しい人がいれば問い合わせしてもらえればと思いますし、でもしそれでちょっと高い、売れないなってなったらわかんない、オークションに出すかもしれないし、さっき言ったもう欲しい方いらっしゃるので、そっちに販売してもいいかなと思ってますし、そこら辺はお客さん次第という感じでございますかね。いずれにしてもさっき言ったように決算5月末ですけれども、5月中は特に急いでないので、6月新しい期がスタートしてお金に困ったら早く売っちゃうかもしれない、って感じですか？大丈夫ですか？じゃあそんな感じでございます。で、次今日まだ撮りますからね、こちらのスカイライン撮ります。次でもチェイサーつながりだからこっちもいいかな。こっちも撮ります。こっちは安いです。100万円台で買えるチェイサーです。100万円台、3分の 1?4 分の 1?5 分の1ぐらいですか、で買えるチェイサー、安い方がいいよっていう方はこれご覧いただければと思いますし、あともう1個は、これも買い取りでいただいた、スカイラインなんですけれども、これは GTX ターボマニュアルなので、ターボのマニュアル、人気のモデルになりますから、これも走行距離がね、これも7万8000キロ少ないんで、ぜひ期待していただければと思います。じゃあそんなところですか。じゃあチェイサーの前で終わりましょう。じゃあ本日ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。チェイサーのツアラ S、 ちょっとツアラビ高いじゃないですか。でもやっぱりチェイサー乗りたいっていう人も絶対いると思うので、ヘッドライトとグリルがめちゃくちゃ綺麗というのがこの車の大きなポイントじゃないでしょうかね。全然普通に速いでしょ。普通ですね。